こんにちは、合気道 F ラボです。はい、内田さんとは何度か、実は経典愛人に参加させていただいて、この7月も参加させていただきました。キルム先生のところですね。はい、そうですね。はい。どんな感じでしたか？私も打撃がさっぱりで、はい、もうサンドバッグとか殴ったらもう手が痛くなっちゃうんですよね。まるでダメです。合気道家は殴り慣れてないっていうのはあるので、先生これもうオープニングの前なんですけど、叩く殴るとかって皆さんやられないじゃないですか、合気道の方って、ね。でもやっぱり一応突きとかもあるんですけども、個人的には叩くのを練習した方がいいのかなとか思ったりもするんですけど、先生されたりしますか？叩いたりって。個人的にはやったりしてますけども、でも塩田先生の逸話でなんかそのお弟子さんが巻きわら叩いてるのを見て怒られたっていう逸話を読んだことがあって、だから、要するにそういうことをしないでいいために2教とか3教で手首鍛えてるんで、巻きわら叩く理由って強くする、ここ強くもあるかもしれないけど、メインは人体の強化じゃないですか。だからそういうことしないでいいようになんか2教とか3教を稽古しろみたいなのを昔読んだことがあって。なるほどですね。はい。叩くだけが鍛錬じゃないですもんね。確かに。すごいオープニングが長くなってしまいました。ということで今回のテーマはこちらです。はい、剣の合わせとなっておりますけれども、今回ちょっと武器を取り上げていただきましたけれども、どういったことを？稽古方法のご紹介っていった感じですかね。そうですね。合気道を習いに来てなんか剣を習うっていうのがもしかしたらって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、もともと合気道の練習の中に剣を使うっていうのは昔からあったことって考えていいですか？その入門してすぐに合気道が剣から来てるんだって先輩から教わったんですけども、その具体的にはやらないわけですよね。実は随分後ですね、20年後ぐらいに西尾正司先生のビデオが出たんで買って見てたら、西尾正司先生も合気は剣から来てるって言うけど、それを実行して見せてくれる先輩がいなかったから自分でやったみたいなこと言われて、そうなのかなっていう感じで。なるほどですね。はい。武器を使って稽古することのメリットってたくさんあると思いますので、はい。ぜひ稽古の一つのエッセンスとして覚えていただければと思います。では本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、合わせの稽古ですね。素振りとか組み立ちはまたちょっと別にやるとして、私は武器クラスなんかでやってる基本なんですけど、まずは素振りですね。でその場で定位置で結構です。で、合わせの練習なので、慣れてきたらどっちがどっちって決めなくてもいいですけど、今、内田さんに好きに振ってもらって、それに合わせていく。一緒に上げて、一緒に下ろす。そう。で、お互い、良ければ足の入れ替えなんかもこう。まず、この合わせ、定位置での合わせですね。そしたら今度、バックで。で、今度は今の前後、前進交代しながら合わせていきますですね。まだ間合い集める必要はないので。交代してもらっても結構ですし、そのまま内田さんが下がれば俺は。ちょっと難しくなるけど、稽古積んできたら内田さんは自由に出たり下がったりしてもらって、俺はそれに合わせる練習。やられた。ですね。はい。そしたら今度は、それに体さばきを加えていきますね。で、いきなりやってもいいけど分かりやすいようにちょっと、3回ぐらいやったら、踏み込んでもらっていいですか。今度はうちに来てもらっていいですか。とりあえず3回ぐらい合わせましょうか。1、2、はい。それに合わせて切っていく。こちらはちゃんと切れてるのか。体が
ずれてたり、なんか間合いがずれてたりしないで綺麗に切れてる。避けて、合わせなので、避けて切ってる。ちょっと打ってきて。なんか、避けて切ったとか。なんかそういうのじゃなくて、あくまで合わせてますよねっていう状態。ここですね。それから、今度は、合気の拳の特徴のいわゆる三角体ですね。ごめん、正面、足揃えて。ごめん、この状態。で、構えて、この状態で、こう入ってくるやつを、半身を取って三角形になることで、これがずれていって、はい。ですね。で、ここは、私の剣を払いたくなるんですけど、絶対払わない。ここ中心は押さえていく。ちょっと押すよ。ここにこう。で、この三角、頂点はここ。で、三角体なので私のが外れる。一歩引いて、その時にこう出していく。そう。で、これ、引く時に、今はさすがに内田さん大丈夫だった。引く時にこう出す力がなくなる方多いんですよね。言ってることわかるかい？こう、剣が三角形でスッと出ればいいんだけど、そうじゃなくて手もこう引いちゃう人。そうすると引いてね。俺が出た時にこう持っていかれますよ。こう、ちょっと力作って、三角体作って、押すよ。そう。押されても大丈夫なこの強さをキープして、さらに半身になる。半身になる。ので、今打っていきますから、今のに合わせて、半身です。OK。そしたら、打ってきてもらっていい？合わせて、半身です。ごめん。で、まず基本的なこれで合わせになるかと思います。続きはまた今度。ありがとうございます。はい、本編の方を見ていただきましたけれども、内田さん結構お上手だったんですが、武器の稽古とか結構されたことあるんですか？そこまでやっぱりやってないんですよね。ただもう楽しくて。はい。もう綺麗にちょっとセンターをこう取れてたんで、すごいなと思いながら見てたんですけれども、はい。先生、まずこれがベースというか。そう、お名前出していいのかどうか言わないけど、ベースは斉藤森弘先生のセミナーというか講習会に出させてもらったやつをベースにちょっとだけアレンジしてますけど、でも基本こんな感じだったと思うんですけど。そうですね。斉藤先生すごくこう剣とか整理されてたというイメージがあるんですけど、先生直接ご指導されたこともあるって。斉藤先生の講習会に出たことがあるっていうだけで、その直接こう手と手を触ってもらったとかではないので、もうやっぱり岩間流とか斉藤先生をきっちりやろうと思う方は斉藤先生の岩間のサイトを見ていただいたらいいかと思いますし、個人的にはお会いしたことないんですけど、西尾昌司先生とか好きでいろいろやらせてますし、あとヨーロッパとか行くと鹿島神流とかもやってあるからですね、いろんなものをお借りしてちょっといろんな鍛錬をしていくっていうところですね。はい、ということで皆さんもぜひ一度やってみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。